よいっす。原田っす。お疲れ様です。巻き小屋作り3日目。厳密に言うと4日目。なぜなら最後に作業したのね、これ塗装して終わったと思うんですけど、2度塗り、実はね昨日仕事ちょっと早く終わったんでやっちゃってたんですね。だから本当は4日目でも3日目見えがね、撮影してない日はカウントされないっていうスタイルなんで、次何するかって外枠っすね。外枠とこの床か、それです。でようやく大量に持って帰ってきたパレットが役立つんですね。なんで今からひたすらパレットをばらします。それです。そっから始めます。それでは参ります。原田ハウス。カニ工場からもらってきた大量の廃材パレット、こいつらをばらして巻き小屋に使ってやろうという作戦。少しでもコストを削減するためにね。作りたいものはたくさんあるけれど、お金がなくて作れないなんて人も結構いるんじゃないでしょうか。僕もその一人です。だからこういうとこで節約、地味に節約。ただこういう節約方法には時間と労力が必要。ただは疲れる。やっば、超疲れるやつだ。前どうやってたか覚えてねえな。とにかくやるしかない。1枚目でもうすでにめんどくさくなってしまった。そう、めんどくさい。けどただ、どっちを取るのか。とりあえず、ただを取るよ。だって、ものすげえパレットあるから、利用するしかないでしょ。はい、1枚ばらし終わった。もうちょっとね効率よくできるはず。そして腰がもうすでにめちゃめちゃ痛い。この感じでばらす。今のでほら、まあ取れたよ。何パレット分ばらせば必要な分になるのかちょっと分かんないけど、結構必要だと思う。なんでこれをやっていく。だがいきなり休憩。原田ハウス。再開。2回戦目。1枚ばらしただけで休憩してたら、どんだけこれ時間かかんだろうね。相当時間かかるこれ。しかもこのパレット、結構くせ者だから、なかなかスムーズにいかないよ。ダメだ。いやーこれ大変だ。ここへちょっととそっちのちょっと、すごいこと言っていい？もうね今日嫌になっちゃった。おしまい。ちまちま空き時間使ってやります。これ相当めんどくせえわ。廃材パレットただだけどその代償は大きかった。だくん、はい、そんな感じっす。これ何日かかんだろうな。イメージ、今並んでるの分かりますか？あれみたいになる。羊がうるせえな。じゃあそういうことで失礼します。原田ハウス。おはようございます。原田でござんす。前回からねもう10日くらい経ってんですかね。まだねカニ工場終わんねえの。僕の中ではもう終わってる頃なんですけどね、なんかダラダラ長引いてるっす。で今日も休み乗らないっす。もうさっさと終わってほしいっすね。はい、いいですよ。もうすぐ終わるでしょ。そうパレットやってるところなんですけど、仕事終わりとかにねちょこちょこばらして少しずつ増えてきたっすよ。でなんとなくコツもつかんできた。スムーズになってきました。だがしかしすごいことが発覚した。これパレット、この長いのこれぴったりのサイズ。なぜならそれで計算して一応この枠組んであります。でもねすげえっすよ。俺全部この長さかと思ってた。したらね、ほらわかる？短い。ほとんどこの短いやつだった。この長い方のパレットで最初見てこれだと思ったから、全部これの長さで横つける後ろとかなってるのにバラしてるパレット全部短い。でパレットねもう一回見に行ったんだけど全然気づかなかったけど、ほぼほぼ短いやつっすね。終わった。これなんとか
この長いやつはこの下の2箇所を埋められる分くらいはあるんだけど、他は一切ない。他全部短いやつだからね、止めらんないから、このままだと木足さなきゃいけない、枠をやらかしてる。だってまさかでしょ、だってこれのサイズだと思うじゃん全部だっていうね、残念なお知らせです。なんで原田はですね、まあ気を取り直してとにかくパレットをばらすと、それです。もう短いのでしょうがないんで、短いのをたくさん作る、それです。それで参ります。原田ハウス。参る。仕事終わりにちょこちょこばらして少しずつ溜まってきたパレット。でもまさか長さが違うとはね、全然気づかなかった。しかも必要な長いパレットが全然ないっていう。まあ腹立らしいっちゃ腹立らしいんですけど、ただただめんどくさいことになったっていうだけですよね。こうパレットばらしてて気づいたんですけど、全然同じのがないんだよね。みんなね違う。板のね厚さとか釘の打たれ方とか、誰が作ってんのこれ。それともたまたまこうなってんのかなっていう。気づいた。まだ今日1個も板取れてないからこれで1個言っていいですか。これね、撮影してるあるあるなんだけど、撮影してない時意外とスムーズにいってポンポンね板取れてたの。でも今何これ、この割れる抜けない。いいパレット、まだそんな古くないで板も割としっかりしてるやつは釘がちゃんと抜けるんですよ。でこれ板がぶっ壊れて釘が抜けないっていう一番めんどくさいパターン。そうなるともうイライラしてきて嫌になっちゃうんですよ。スキップしていいですかお得意のこのオーバーオールもこの肩のところがすぐ取れて、それもまたうわーってイラつく原因になってきて、めちゃめちゃイライラしてますだよこれってなってる。だからスキップ。今日仕事だって。あんな。完全に休みの感じだったのに、今日は行ってくるよ。短いっぽいし。ニコが手伝ってくれてんだけど、僕は仕事ということでテンションが下がっちゃいました。ほぼ何にも進んでないではまた次回。原田ハウス。おいっす、やってまいりました原田ハウスで、今日8月2日土曜日、ついにカニ工場終わりの日って思ってたんです。で実際みんなほとんどの人終わったっす。でもね、僕まだ仕事だってマジかよ、もう相当がっかりしちゃった。もう今日終わりだと思ってたから。まだね働いてる年数がね浅い人とかね、働かなきゃなんですよ。やっぱりフル株優先なんでね、ってなっちゃったんですけど、まあ早く終わったんで作業っす。小屋作りね。これね、この子ボロボロっすけど、こいつにもペイントしてなんか可愛くしちゃおうかなって。何色になるでしょう。とりあえずやりましょうか。それで本日も参りです。ドン来ました。ペインター原田です。もうビール飲みながら、もう休みモードなんで終わりじゃないけどね、仕事は。外壁の色これです。からしみたいな色。カラーネームセモリーナ。知ってる？セモリーナってね、チョコレートとセモリーナだ。このコンビネーション塗っていきます。このまま適当にラフにいく。ようやく塗装の段階まで来ました。ちまちま仕事終わりにばらしてだいぶ溜まったパレット。まあこれだけあれば大丈夫でしょう。一体何枚必要なのかと、そういうの数えてないからね。何枚ばらしたのかも数えてないし、その辺は全部適当っす。雰囲気これくらいだろうみたいなね。パレットばらすんも結構大変だったけどさ、この塗装も結構大変だよな。これ数あるから大変なことばっかりだな。一度塗り終了。
なんか気分が乗らないっすね、あんまね。すっげえ時間かかったな、これだけで。で、僕はね、決めました。2度塗りはするんですよ。でもね、この裏面は塗らないことにしようかな。もう外見のみ重視で。内側はね、こう、薪積んだら隠れて見えなくなっちゃうから。木をね、ちゃんと保護するためといったら、ちゃんとステイン塗った方がいいんだけども、もともとボロボロのパレット使ってるし、いいかなと。もう見た目をただ良くするためだけのペイントと。なんか乗らねえ、とにかく気分が。とりあえず休憩するっす。ね。休憩。ハルドハウス。はい。戻ってまいりました。休憩終了。気分は乗らないんですけどね、2度塗りだけはやろうかなと。ちょっと風が強いんで喋りもしません。パッとやります。で、今日それでおしまい。エリオス。本日は気分が全く乗ってない様子。まあそうですよね。まだカニ工場で働いてるから終わりだと思ってたからね。そのダメージは大きいよ。でもなるべくそのことを考えないように無心で今は塗装する。でもね、考えちゃってるね、きっとこいつは。塗りながら。パパ、おい、ちょっとこれライドしたいこれ。ちょっと待って、これだけ塗ったら。これ全部したらこれやるの？いや、これだけ塗ったら、とりあえず好きやってやるよ。はい、ニタ君がごちゃごちゃうるさいので遊びます。もうちょっとで終わるってとこで邪魔してんか。何も言わねえけ。遊ぶか。はい、ニタ君の後の時間です。君の世界観を最大限に出し切るのですよ。よし。じゃあ僕はあっちのペイントに戻っていいですか。君やってな、なんかな。続き。ニタくんとパパッと遊び終えて戻ってまいりました。そしてもう間もなく塗装も終了。こういうのはね、気分が乗らない時にやるもんじゃないですね、やっぱり。終わりっす。たったこれだけ多分2時間くらいやってたんじゃないか。この板全然半分も濡れてないから、すげえあるからまだ大変だ。なんかそんなにモチベーションがこう高くないっすね。仕事だからかな、まだ。だってみんな体型今日で最後だよ、やったなみたいな感じなんだもん。俺も最後だって思うじゃん。違ったから。まあいいや、今日これだけっす。晩飯作んねえともう6時半だよ。はい。そう、そしてまたね、仕事がもういつだかわかんないんですよね。明日休みかな。休みだったらこれの続きっす。仕事だったら仕事っす。それでは失礼します。原田ハウス。朝です。素晴らしい朝。洋梨の木全然育たないけど、なんか葉っぱもいけてない。なんか栄養足りてないのかな。これ大丈夫かこれ。ボナの朝です。日曜日、仕事はないっぽい。連絡がね。昨日ね塗ったやつ、これもう使えるだろう。こいつはどかしてまた新たに塗る。いっぱい板あるから。ほいであいつに枠を取り付けたいんですが、ちょっとまだ朝7時とかなんですよね。早すぎるかな。なんかドリルとか使うのね。トンカチカンカンやるのもうるせえんじゃねえかなと。日曜日の朝なんでね、その辺ちょっと気使って、まずはこのペイントから始めようかな。めんどくせえ。でも朝脳みそがクリアなんでやんす。まだねダルダルっていう感じじゃないから、このすがすがしい気分のうちにね、ちょっとやろうかなと思うでやんす。始めます。新しい朝の始まり。やっぱり作業はこういうすがすがしい気分の時にやらないとね、動きにキレがある。早送りしてるからそう見えるだけかも。やります。ひたすらやります。太陽がだんだんこう上がってくるんで、このわかりますか、影と光がこうふーっと動いていくわけですよ。なんか良くない光と影って。まあいっか、やります。とそうです。これもまた果てしない作業だ。楽しいんだけどね、ペイント自体は。
こうやって数あるものをただ塗るっていうのはね、そんなに面白くないよな実は。そしてこれ廃材パレットだからそんなに綺麗にはならないんだよ。まあ頑張ればなるのか。でもね、そこまで頑張らないんだよ。なんとなく見た目がマシになればいいくらいの感じでやってるからね。まあ塗るのは大変だけど、この子たちを外壁に使うと決めたので頑張るしかないよね。イエス、終わった。一度塗りがね、時間かかるな。やっぱりほぼ何にも考えずに無心でやってた。どうですか、光と影ちょっとずれた？わかんないけどね、実際ここにいるとどんだけ変わったのか。でも多分結構変わったと思う。この辺だったんじゃない？影ずれたよね。はい、休憩。 Around the house. やってまいりました。枠、ちょっと前にも言ったんですけどね、この枠に問題がありまして、これを基準に考えてたんですよね、この長さを。そしたら随分違ったと。だからね、つかねえんだよ。本当はここでこうやってこうなる予定だった。でも届かないということでですね、木をねこのままなるべく使いたいので、もうこいつに合わせたもう枠の柱を1本増やすと。それぞれの面にそれです。もうそれ用の木はあるんで。マジで悪いことしてる。これでまた余計に金かかってるから。いっつもなんかミスってる。まあでもこの柱はつけたらつけたで小屋の強度上がるから無駄ではないと思うけどね。おいさ、やらなくても良かったことなんだよね、本当は。でもまさかパレットの幅が違うなんて思わないでしょ。1個測ったらもう全部それだと思うもんな。だからこのミスはね、僕のせいじゃなくてパレットのせいです。全部パレットが悪い。枠足し終わった。次、実際にこいつらの取り付けですね。やってみよう。よし、記念すべき第一発目。いいね。まあこういう感じっすよ。ようやく廃材パレットを使う時が来た。良かったのは床の分だけはね、長いパレットがあるのでこの土台を補強する必要はないってこと。まあ土台に関してももっと柱補強してもよかったんだけどね、これだけじゃちょっと強度に問題ある気がしないでもないからな。でもいい、とりあえず様子見。なんか問題があったらその時に考える。よいしょ。この木止め終えました。真ん中微妙にサイズが違うんです。なんでね、このそれぞれぴったりの長さにカットしてあるんでござんす。それをまあ打ち付けていくと。それで床完成ですね。なんでひたすらまた打つ。はい、やります。よし、できた。床ができました。時間かかったな、結構。できた。あら、来ましたよ、この時が。ここにこのかわいいセモリーナカラーがつくわけでござんす。これからやろうと思ったんです。ビール飲みながらね。したらね、釣り行こうってもう。はい、行くよ。だから釣り行ってくるっす。中断。 Around the house. はい、ドン。戻ってまいりましたちょっとね、面白い結果になったというか、とりあえず映像を軽く撮ったので見てください。ドン。海釣り誘われたんでね、そりゃ行くでしょう。僕は2回目で子供たちは初めての海だね。楽しみにしてたけどね、ちょっとナーバスな感じになってるかな。そして10分後2人とも具合悪くなった。で僕はね、なんかよくわからん魚が引っかかった。こいつ毒持ってるやつだよな。ちょっと僕には処理できなそうなので海にそのまま返した。で子供たちは寝た。
はい見て分かりましたでしょうか。子供たちがね完全にダウンしてたまあいい経験でござんすな。まあもう行きたいって思わないだろうけどね、ああいう風になっちゃったら、まあ、そんなこともありますよ。まあ、僕はねなんか引っかかっただけですけど、なんていうのなんかなんていうのあれ、あいつが引っかかったからちょっと楽しかったんだけど、はい残念でしたね。まあそんな時もあります。僕は作業に戻ります。これ打ち付けていく、それです。一番下。ここでようやく苦労して塗ったパレットが役に立つ時が来ました。セモリーナカラー、ちょっとなんか思ってた黄色と実は違うんだけどね。まあいいやね、もうここまで来たらこれ使うよ。これ外壁全部貼ったらもう巻き小屋に見えるよね多分ね。色のバランスとかどうなるのか見るの楽しみだな。そして僕はここで大きなミスを、カメラのマイクの電池切れかな、なんか音声がこっから全く取れてなかったね。やらかした。これまたカメラマン失格でやんす。生放送だったら放送事故ってやつだよ。事故ってばっかりの原田です。まあでも映像が見えないより良くない？音がないってどうでもいいかい、そんなことは。ちゃんとやれよって感じかい。僕は誰に聞いてるんだ。全部独り言です。ほらこいつマイクの音入ってないの気づかないで作業終了の挨拶みたいのをしてるから、今日は結構進みましたねとか、色のバランスどうですかとかね、なんか言ってんだよ。なんとも微妙な感じですが、今回はここらで失礼いたします。